皆さん、こんにちは。よしえです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。元気ですか？はい。今日は名前について話をしたいと思います。キラキラネームって聞いたことがありますか？キラキラというのはオノマトペで輝いているとか光っているという意味ですよね。キラキラネームというのは個性的で他の人と被らないような名前のことです。日本ではこのキラキラネームがたくさんいます。両親は子供に個性的な子に育ってほしいとか、他の人にはないような素敵な名前をつけたいということで、昔からあるような名前ではなくて、オリジナリティのある名前をつけたいという傾向にあります。でもちょっとこのキラキラネームがいろいろな問題を生んでしまって、この5月に法律が少し変わることになっています。今日はこのキラキラネームってどんなのっていうことと、法律が変わってどうなるのかっていうことについて話をしたいと思います。はい。では、じゃあ具体的に日本人のキラキラネーム、どういうものがあったのかっていうのを、例をね、ちょっと挙げたいと思います。皆さん読めるかな？まず、この漢字。光るに宇宙の宙で、ピカチュウと読むらしいです。はい。あとは、希望の木に星。はい。これで、キララとか、キティとか読むらしいです。あとは、7つの音と書いて、ドレミって読んだり、リズムって読んだりする子もいるみたいですね。本当によく考えたなっていう感じですよね。オリジナリティがある感じがします。では、男と書いて何と読むでしょうか？アダムって読むらしいです。あと、月って書いてライトと読むみたいです。こういうのは、月でライトぐらいだったら多分結構いる気がしますね。ピカチュウとかは私は見たことないんですけど、あとすごい面白いなって思ったのが、黄色いクマって書いて何でしょうか？プー。はい。熊のプーさん、ディズニーのから取ってプーらしいです。あと、今に鹿って書いて、ナウシカ。はい。ナウと日本語の鹿でナウシカらしいです。実際、ナウシカとかプーとかピカチュウとかキティとか、ここまでのキラキラネームは私が今まで生きてきた中では見たことがないです。でも、この漢字でこの読み方は読めないなっていうことが結構よくあります。私たちの子供の時は、名前は何々子っていう名前がすごく多かったんですよね。例えば、りょう子とか、しょう子とか、なお子とか、そういう名前がとっても多くて、でも今は、例えば、幼稚園とか小学校ぐらいでクラスに子がついているっていうのは本当に少ないみたいですね。一人か二人いるかいないかっていう感じで。やっぱり流行りが名前にもありますよね。最近の子供たちの名前のリストとかを見ても半分くらいは読むことができないんですよね。多分、これかこの読み方だなぐらいに絞れたりはするんですが、絶対にこの読み方みたいな感じではないんですよね。はい。じゃあ、この個性的な名前でいることで起こる良くないことは何でしょうか？まず、
読んでもらえなくて説明をしないといけないということが最大のデメリットかなと思います。日常で初めて会う人に自分の名前を言わないといけないことってたくさんありますよね。そういう時に、僕の名前はこうなんですって毎回説明して相手に驚かれるって結構なストレスじゃないかなと思います。はい。あとは、なんか会社でちょっとネガティブに捉えられるとかもあるみたいですね。こんな名前をつけるなんて親は非常識だとか、そういうふうに言われることもあるみたいです。あとは、名前が良くないから結婚できないって言って断られたりとか、そういうこともあるみたいですね。はい。で、今回の2025年5月の法律改正で何が変わるのかということなんですが、読み方も役所に提出しないといけないことになります。はい。というのも、今までの日本の法律では、漢字だけ提出して、読み方は提出していなかったんですよね。はい。この読み仮名を登録しないっていうことを私は本当に忘れていたんですけど、確かに読み仮名を登録しないと間違いがたくさん出るだろうなというふうに思います。それでこの5月から改正されて読み仮名をつけることになります。そうすると、やっぱりシステムを使う上で間違いが減るし、検索するのとかも便利になるみたいですね。はい。で、その読み方を登録するときに、さすがにピカチュウはダメでしょうみたいな感じで受け付けてもらえないケースも出てくるようです。明らかにこれは読み方と漢字が一致していないとか、名前にふさわしくないっていうふうに判断された場合は、受け取り拒否ダメですって言われるみたいです。これがね、5月の25日かな ?25 日ぐらいから、実際に法律が変更されるんですが、今私が想像しているのは、きっと混乱が起きるんじゃないかなと思っています。例えば、この A 氏ではこの名前が受け付けてもらえたのに、B 氏では受け付けてもらえないみたいなことが起きて、最初は少し大変なんじゃないかなと思っています。でも、この改正自体に私は賛成していて、個性的な名前にすることはいいんだけど、みんなが100人いて100人読めないような名前はちょっと不便だし、本人もかわいそうなんじゃないかなと思っています。はい。皆さんはどうですか？きっと皆さんの国にもキラキラネームみたいなのが存在しますよね。どういう面白い名前があるか、ぜひコメントで教えてください。はい。それでは今日の動画が面白いね、いいねと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。